マサ117舞う蝶です。 How to make a dancing butterfly。 の折り紙としてはこのような長方形の折り紙を用いました。でその模様につきましては印刷してあるもので片側が正方形、それでその余白があって長方形になったものです。でこの紙につきましては別な、ブログにおいてそれより印刷して紙を使用してください。折り方から説明していきます。まず長方形の紙に切り込みを入れまして、途中まで切り込みを入れたという状態の用紙を用います。で折り線につきましてはこの正方形の部分につきましてまず斜めに折っていきます。対角線上にこのように折り、またその直角の方向の対角線についても折ります。でその後ひっくり返しましてこの縦側の線を折ります。でその後に開きましてこの縦線についても折っておきます。このような状況です。それでこのように折っておきますとこの正方形の部分につきまして山形の形状、このような形で折り線を三角形の形に折り型をつけることができます。でこの折り型を折り置きましてこの斜めの線返して折り線を入れます。それからその反対側についても折り線を入れます。このような形になります。そうしましたらそれを一旦戻していただきましてこの余分の余白の部分をひっくり返しましてそれを含めて折り線を入れていきます。反対側のついても同様でしてこの中心に合わせるように折り線を入れます。この状態でひっくり返しましてこの線がついてますがこの先端がこちらよりも高い位置まで持ってくるような形で折り線を入れます。このような状況です。そして端についてはこの重ならないように折っておきます。でその状態でこの部分は手で持つ部分でありましてここのところに斜めの折り線ここのところをひっくり返しまして斜めの線で折り線を入れます。でこちらその反対側につきましても斜めの線で折り線を入れます。でこのような状況です。それからこの端のところにつきましては絞りましてピッとさせた形で折り線を固めておきます。そうしましたらこの部分につきましては反対側に返しまして邪魔とならないように折ります。それからここのところを斜めに
おりまして、それでここのところが持てるようにこういうような形に固めます。でそうしましたら次にこの線を山折りこう谷線として折り返します。このような状況です。そしたらその次最後にここのところを斜めに折ってあげます。それから反対側につきましてもこのところで斜めの線で折っていきます。そうするとこのような形になりまして、これでほぼ蝶は出来上がりです。開きますとこのような形です。で下のところに持つところができて、これが蝶が花に止まっている状況です。このような形です。でこれで蝶は出来上がりです。ここで振りますと羽ばたくような形になるという形でダンシングする蝶であります。